皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは少し日本文化でもあるんじゃないかなって思うことについてお話ししていきます。それは何かというと、日本人の愛情の伝え方ですね。愛情の伝え方。愛してるとか大好きとかハグとかそういういろんな愛情の伝え方があると思うんですけど、皆さんもきっとイメージとしてあると思うんだけど、日本人の人ってあんまり言葉にしないんですね。愛してるとか大好きとかあんまり言う人が少ないんじゃないかなって思うんです。私は前々から言ってるように映画とかドラマを見ることがすごく好きなんだけど、日本の映画とかを見てもやっぱり愛してるっていうシーンはものすごく少ないんですね。もちろん結婚する場面とか愛を伝える場面もあるんだけど、でも日常的に毎日言うのか、家族とか友達とか彼氏、彼女とかに好きだよ、大好きだよ、愛してるよっていう言葉を伝えるのかと言われたら、多分ね、伝えない人がすごく多いと思うんですね。で、今日はじゃあそんな日本人はどうやって人に愛情を伝えてるのか、そういうのについてちょっと考えたので、それを皆さんと一緒にお話ししていきたいなと思います。で、最初に言っておきたいのは、別にどの伝え方が正解で、これは間違いだとかいうことは全くなくて、人によって伝え方は違うし、全部が素敵なものだと思うから、それだけちょっと最初に言っておきますね。で、個人的にこのお話をするのにかなり迷ったんですね。このお話をしようかどうか、すごく迷ったんです。で、なんでかというと、私は多分ね、みんながイメージしてるような日本人の感じではなくて、結構ね、表現したいタイプなんですね。なんか、ハグもしたいし、大好きとかいう言葉も友達にすぐ伝えるし、思ったことは結構すぐに口に出すタイプなんですね。なんかそういうさ、好きとか、可愛いとか、相手が喜ぶ言葉って、なんかもう私は全部伝えたいんですね。で、なんで私がこういう風な考え方かというと、多分ね、高校生の時がきっかけで、私はそれまで全く愛情とかを言葉にして、形にして伝えるタイプではなかったんですね。でも高校生の時に外国語科に入ったので、なんか周りの人みんな海外が好きで、昔からアメリカ映画見てるとか、アメリカドラマ見てるとか、留学してたとか、結構ね、いろんな文化を知ってる人が多くて、それもあってなのか、みんな表現する人が多かったんですね。だから同じクラスの人はもちろん、廊下で友達にすれ違ってもハグ。毎日ハグだったんですね。で、しかもみんな大好きとか愛してるとか結構言うタイプの人たちが周りに多かったから、私もそういう表現をするようになったんですね。でもですね、やっぱりそれはきっと日本の中では少数派、少ないタイプで、ほとんどの人は言わないと思うんです。ハグもかなり少ないと思う。友達とハグしたりするのも少ないと思うし、大好きって友達に言う人も少ないと思う。で、それについて昨日調べてたんですね。日本人はどうやって愛してるを伝えるのかって調べてたんだけど、めっちゃ面白いのがあって、なんか何の映画かわからないんだけど、何かの映画で
I love you っていう言葉が出てきたんですって。でもそれが日本語の字幕。日本語の字幕では気をつけてねって書いてたらしいんですよ。すごくない？めっちゃ面白いよね。気をつけてねっていう言葉は英語にすると take care なんだけど、I love you を気をつけてねにしてるんだって。私はそれを見た瞬間にめっちゃ素敵だなって思ったんですね。っていうかなんか納得した。あ、なるほどって思ったんです。確かに私は家族に気をつけてねって伝えるし、友達にも気をつけて行ってきてねとか、気をつけて帰ってねとか言うし、気をつけておいでとか言うんですね。それは全部愛だなって思ったんですよ。で、他にも私が思ったのは、行ってらっしゃい、行ってきます。ただいま、お帰りですね。これは何かというと、例えばみんなが仕事に行くとか学校に行くときに、私が皆さんを見送る人だったら、行ってらっしゃいって言うんですね。そしたら皆さんは、行ってきますって私に言う。で、皆さんが家に帰ってくるときに、ただいまって言うんです。で、私はそれに対して、お帰りっていう言葉をかけるんですね。これが私的に愛情表現なんじゃないかなって思いました。個人的には。なんか、どれが正解とかではないんだけど、私はそうなのかなって思います。やっぱり先生とか高校生の時、中学生の時に、すごく愛の溢れた先生っているじゃないですか。心が温かい先生。で、その人たちがみんな言ってたのは、本当に気をつけてなーとか、気をつけてねとか、みんな言ってくれるんですね。で、個人的にすごく心に残ってる先生は、私たちが卒業間近で最後の授業だった時、なんか確か情報っていう授業でプログラミングとか勉強してたんだけど、その時の先生が全員にハグしたんですね。で、もちろん、ハグしたくない人はいいよとは言ってたんだけど、本当に順番にハグして回って、私はそれがすごく嬉しかったんですね。これはなんでかというと、やっぱり日本は文化としてそういうハグがないから、先生と生徒がハグをするっていうことは、かなりしたらダメだって思われてることなんですね。先生と生徒はもう指一本ですら触れたらダメみたいに思われてるような文化が結構あって、今はわからないけど、私が学生だった時は、できるだけ触らない、指一本触れない、セクハラに当たるとか言われてたんですね。セクシュアルハラスメントに当たるから絶対にダメだっていう風に言われてたんですけど、多分今もね、そういうのはあるんだけど、だからこそその先生がしてくれたのはものすごく嬉しかったんです。なんか先生から愛情を感じることって本当に少なくて、なんかやっぱり先生だし、生徒だし、一線壁があるんだけど、その先生は壁を越えてくれたんですね。壁を越えて見える形で愛情を表現してくれて、私はそれがものすごく嬉しかったです。やっぱり、なんかそういうさっきも言ったように気をつけてねとか言ってらっしゃいとかそういう言葉にも愛情は詰まってるけどどうしても目に見えないし気づきにくいんですね。愛してるっていう言葉じゃないから気づきにくい。きっと私たちも無意識に愛を伝えてるし受け取る側も無意識に受け取ってるのかもしれないけどどうしても気づくことができない。だからこそ、そうやってハグをしてくれる先生っていうのは、すごく私にとって意味があったんですね。
友達もそう。ハグをしてくれる友達もそうだし、大好きだって言ってくれる友達もそうだし、そういう風に目に見える、聞こえる言葉にしてくれるっていうことは、どうしても今までそういうのが少ない日本の人、日本文化としては、そういうのはすごくすごく大切なことだと思うんですね。何の話してたっけ？ごめんなさい。なんか話が逸れちゃって何の話してたかわからなくなってきちゃったんだけど、とりあえず話を戻すと、日本人はどうやって愛情表現をするのかですね。とにかくその言葉、気をつけてねとか、いってらっしゃい、行ってきます。お帰り、ただいま。そういうのと、あと個人的に思うのは多分、シェアですね。どういうことかというと、結構日本の人って何でもかんでもシェアしたがるんですよ。例えば、半分いるとか、パン半分いるとか、お菓子あげようかみたいな。こういうのがすごく多いんですね。でもちょっと個人的に、はっきりそれはそうだって言えない理由もあって、なんでかというと、私はね、ちょっと食べ物のシェアとか飲み物のシェアが結構できないタイプなんですね。頑張ったらできるんだけど、ちょっと、大丈夫って言っちゃうんですよ。ストローとかちょっと使えなくて一緒に。なんだけど、そういうのをする人は本当に多いと思います。実際に私が、高校生の時も、お菓子あげようかとか、半分あげようかって言ってる人めっちゃいたし、あとアクセサリーですね。なんかみんな同じものをつけたりしてましたね。なんか作ってあげるみたいなのを小学生の時とかしてたかもしれないですね。高校生の時はやっぱり食べ物かな。なんかお弁当のおかずの交換とか、そういうシェアをするんですよ、結構。する人が多かったですね。だからそういうのも愛なんですかね。仲良くなかったらできないじゃないですか。よっぽど仲良くないと私はできなくて、食べ物のシェアとか飲み物のシェアとか、とにかくシェアするっていうのも愛情表現の一つなんじゃないかなって思います。わかりにくいけどね、それが愛情表現なのか、ただただあげたくてやってるのか。でもそれが無意識にやってたとしても、きっとその人のことが好きだからできてる。だからそういうのも愛情表現に当たるんじゃないかなって思います。でもちょっと話してたらわかんなくなってきました。これが日本文化なのか、それとも人によってただただ違うのか、皆さんの国ではどうなのか、皆さんの文化ではどうなのか、そういうのに関してめっちゃ気になる。本当に。みんなの国ではどうやって愛を伝えてますか？なんかこんなこと聞くの変だけど、教えてほしいです、本当に。どうやってその愛情を伝えてるのか。彼氏、彼女とか、友達とか、家族にどうやって伝えてるのかめっちゃ気になります。I love you とかやっぱ言うんですかね。めっちゃいいですよね、そういうの。羨ましい。なんか私はそういうのにめっちゃ憧れちゃう。そう、表現するのがすごく好きだから、いいですね、そういう文化。日本もそういうハグとかしてもいい文化になったらすごく嬉しいんだけど、今私がもう挨拶のようにハグしたら、ちょっとこの人やばいって多分日本では思われちゃうから、ね。やっぱり文化の違いですかね。どうなんだろう。皆さんも教えてください。本当にすごく気になります。今日はこんな感じでまたまたちょっとグダグダになっちゃったんですけど、私の考えですね。
日本人はどうやって大切な人に愛を伝えるのか、そういうことについてお話ししてみました。お話ししてみたというか考えてみました。ちょっと皆さんの意見もコメントで聞かせてください。皆さんの国、皆さんの文化ではどういうふうに大切な人に愛情を伝えるのか、ぜひ教えてくれると嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。